少し加速して、よし、スムーズに離陸してくれました。グリミティアプレイヤー、エールです。今回は、メーベを作ってみようと思います。確かに出てくる飛行機ですね。以前にも作りましたが、新たな素材を使って、さらにそれっぽくしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは飛行機の滑走路を確保するために、最近のアップデートでクリエイティブモードに追加された物体削除機能を利用して周囲のものを消しておきます。この機能のおかげで片付けるのがかなり楽になりました。いい感じに片付いたので、メーベの胴体部分から作ります。綺麗な白い色の古代の軽量プラスチックを使って左右対称な筒状の胴体を作ったら、その中にロケットエンジンを搭載します。ちなみに電気を送る部品をコンデンサにすることでバッテリーより軽量にできます。タングステンみたいに一瞬で空にならないんですね。ロケットエンジンを搭載したら、その燃料を薄く切って1枚ずつ貼り付けていきます。わざわざ薄くしたのは燃料も浮力も発生させる部品として有効活用するためです。30秒噴射できる60キロ分取り付けたかったので、スペース的に厳しかった分は細切れにして隙間に押し込んでおきました。こちらに電気を流すことでしっかり30秒間噴射を続けることができました。続いて、胴体の上下に手で掴むためのハンドル部分を追加したら、ハンドルを掴んだまま操作するための回路を組み込んでいきましょう。以前トライアルバイクを作った時のように、水晶とトランジスタを組み合わせることで、左側のトリガーを引くと低速、右側のトリガーを引くと中速、両方のトリガーを引くと高速になるようにします。とりあえず回路を取り付けたので、うまくいくか試してみると、左右どちらのトリガースイッチを引くかで、噴射する感覚が変化してくれています。両方のトリガーを同時に引けば、噴射し続けるので、動作には問題なさそうです。でも、操縦席からは燃料の残量が全くわからないので、コンデンサの容量を減らすことで、燃料が燃え尽きると同時に、コンデンサの容量が切れて、残量がわかるようにしようとしましたが、ロケットエンジンの電力消費が思ったより少なかったので、たくさん LED をつけて消費を上げて、さらに先にコンデンサの方が空にならないように、燃料がなくなる部分に目隠しをつけておきました。この状態で回路に取り付けて、噴射させると、少しずつコンデンサが消費されていって、だいたい隠れる寸前のところで燃料がなくなってくれました。そこまで正確ではありませんが、目安にはなりそうです。でも胴体だけでは飛んでいくことはできないので、メーベが無事飛び立ってくれるように翼を追加しましょう。少ない面積で十分な揚力を生み出すために、古代の軽量プラスチックを16枚重ねた翼にしました。角度を決める用の部品も使って、原作通りやや斜めになるように、胴体の左右に2枚の翼を取り付けたら、地面を滑走できるように3つのタイヤも追加しましょう。こちらを地面に下ろしたら、早速私が乗って噴射してみると、おっと、足が滑ってひっくり返ってしまいます。これを防ぐために足を止めるパーツを追加しましょう。この状態でもう一度試すと、よし、斜め方向に浮かび上がってくれました。でも、ハンドルの位置が悪いのか、全く手で操作できず、しばらく進むと振り落とされてしまいます。しっかり手で支えられるように、トリガースイッチ部分を今までより高い位置に持ってきて、幅も広くしました。
これならどうでしょうか。試してみると、ハンドル位置を変えたおかげで、ちゃんと操作することができています。前後に入れることもありますが、窒息モードに切り替えることで、揺れを抑えて、ちゃんと飛び続けることができました。でも、そのまま燃料がなくなるまで、飛び続けていると、爆発してしまいました。動きながら燃料がなくなるとき、なぜか爆発してしまっています。こうならないように改良していきましょう。後ろ側につけていた細切れの燃料をまとめて上下に1枚ずつ貼り付けたら、ぐらつかないように別のパーツをつけて補強しておきます。さらに滑り止めとして足元にゴムを敷いたら、さらに命令っぽくなるように後ろに細長い翼を追加して軽く飾り付けておきます。だいぶ形になってきましたね。早速乗ってみましょう。すると、少し加速して、よし、スムーズに離陸してくれました。上下の揺れを押さえつけながら高度を上げて、右トリガーだけを使った窒息エコーに切り替えましょう。小刻みに噴射することで、燃料を節約しつつ、高度を落とさない程度の速度で移行することができています。そのまましばらく進んだら、今度は左トリガーだけを使った低速モードにしましょう。なるほど。さらに噴射間隔が伸びることで、若干高度を落としながら移行を続けています。地面にゆっくり降下したい時などに使えそうなモードですね。よし、燃料がなくなっても爆発することなく滑空することができています。そのままゆっくり降下して地面に着地することができました。木にぶつかって壊れてますね。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみましょう。原作通りのコンパクトな機体で重量も軽いので、ある程度高度を上げて噴射を止めれば、くるっと180度ターンすることもできました。そのまま滑空してタイミングよく噴射することで、うまく機体をコントロールして地面に着陸できました。再び噴射すればすぐに離陸できます。燃料はあまり持たないので、飛行時間はいまいちですが、その分軽快にコントロールできる乗りやすい機体になったんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だとこんな感じです。ずっと噴射し続けるモードの時の最高速度はだいたい秒速 8.8 メートルくらいでした。思ったより遅いですね。そして中速モードを維持した時の速度は秒速 4.4 メートルと半分くらい。最後に低速モードを維持した時は秒速5メートルとなぜか速くなりました。機体が後退しないように機種を下げて高度を落としているからですね。パワーがなくなったのは間違いないです。せっかくなので先端にタングステンの刃をつけて大木に体当たりしてみましょう。離れたところから飛行して木にぶつかってみると、35,699ダメージ。すべての重量が木にぶつかるのでなかなか強いみたいです。ついでに風力発電機を狙ってみると、レーザーが燃料に当たって爆発してしまいます。燃料がむき出しなのでしょうがないですね。それでもうまく当てればしっかりダメージを与えて一撃で破壊することができました。では最後はこちらのメイウェに乗ってなるだけ遠くまで行ってみましょう。ある程度噴射して高度を上げた後は追い風になるように角度を調整しながら中速モードを使って風に乗って進んでいきます。そのまま
川の上を越えて、古代の要塞の近くに着陸することができました。それでは、何度もメーベに乗って満足したので、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたメーベさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー